今日はですね、80年代にルーさんとニューヨークで演奏したお話とか、ちょっと面白い話がね、一つ二つありますので、そのお話をちょっとしてみたいなと思います。初めてですね、ニューヨークのビレッジヴァンガードでルー・ドランソンとね、ルーさんと演奏することになったわけなんですけど、皆さんご存知だと思うんですけどね、火曜日から日曜日までね、ずっとこう6日間やるわけなんですね。その当時はですね、まだね3セットでしたね。はい。とにかくね、10時ぐらいから始まってね、いや遅いんですよね。もう最後のセットが1時ぐらいからかな、なんかそんな感じでね、徐々にね時間が早くなったりして、まあ最終的にはルーさんがスピークアップしてですね、もう俺はもう年だからね、もう3セットもうねやれないなんてね、ロレンさんにね、ビレッジヴァンガードのオーナー、まあ言うわけですよ。I can't play anymore, 3セット、so tired なんつってね。そしたらまあそれが通りましてですね、なんとまあもう90年代になったらね2セットに、ね、なりましたけど、はい。他のバンドみんなまだ3セットやったりしてましたけど、もうルーさんの時だけはもうね途中から2セットになるわけなんですけど、まあそれはずっと後の話なんですけど、その最初にですねルーさんのバンドでビレッジヴァンガード出た時のお話しますけど、まあ、火曜日からスタートして、もう初めてね世界のビレッジヴァンガードですよ。もうファーストクラスジャズクラブ in the world。 もう心臓バクバクドキドキ、何回トイレ行きましたかね、最初のセットね。でまあとにかく皆さんヴァンガード行かれた方はご存知だと思うんですけど、そのロングカウチがありましてですね、長いソファーがね、でそこのまあ一番こうコーナーのところでドラムセットをこうポンとしてねやるわけなんですけど、ピアノがね、まあ、お客さんの方から見ればピアノが左側にありまして、でベースドラムで、まあ、管楽器がね、前に吹くわけなんですけど、そのカウチのところにですね、もうダーッとねこうミュージシャンが座るんですね。でまあもうその時なんかねあれですよ、ニューヨーク中のねドラマーがもういろんなとこからね、まあもうニューヨークからもそうだな、例えばああいうちょっとね地方からみんなルードランソンのバンドにジャパニーズドラマーが入ったぞっつってねこう噂になってですね、みんな聞きに来るわけなんですよ。でちらっとこう見たらですね、ベン・ライリーさんとかね、ビリー・ハートさんとかね、アル・フォスターとかね、みんな来てるわけですよね。これもうめちゃくちゃプレッシャーかかりましてですね、あとはもうケニー・ワシントンなんかも来てまして、ちょうどステージの奥の方にね大きな柱がありましてね、でケニーはねまあとにかくちょっとチェックするっつうのでね、柱のところに隠れて立ってこう見てるんですね、こうやって。で僕がこう見て、おお嫌だなと思いながらね、ただまあもう叩くしかないですからね、バーンと始まってね、前にもお話ししたと思いますけど、何やるかわからない、何が来るかわからない、その当時のねメンバーがですね、盲目のもう名ピアニストね、ハーマン・フォスターで、最初の頃はねまだねジェフ・フラーっていう人がねレギュラーでやってたんですけどね、途中からはねもうちょっと経ってからジェミール・ネスターとかね、入るようになって、ジェフ・フラーも素晴らしかったんですけど、ジェミールとやった時は本当に素晴らしかったですね。はい、でルーさんと、まあそのねクワルテットでずっとこうやって、まあ、初日が無事に終わりました。そしたらまあ水曜日木曜日ぐらいになるとですね、まあ、いろんなこうね昔のそのドラマー、ルーさんのなんか昔一緒にやったようなね、ドラマがこうね楽屋に訪れるわけですよ。で「Hey ルー、Hey how you doing?」なんてな、でルーさん「Hey what's up? What's up? いやな Everything's alright」なんてこう話になってる。そしたらある夜ですね、ちょっと僕が楽屋の方に沿っていこうと思ったら、ちょっと声が聞こえてきましてですね、そしたら黒人のドラマーがですね「Hey Lou, why you using Japanese drama, man?」なんてねちょっとこう抗議してるわけなんですよね。そしたらルーさん黙ってんですね。で僕はその時もうルーさんなんて言うのかなってこう心配でね、でこうちょっとこうねちょっと外のドアのところでこう聞いてたわけですね。そしたらCome on man, Lou, man, I'm available all the time. I'm free. I can make it, whenever you say I can make it.
僕がやれるからね、よかったらまた連絡くれなんて言って、バーッとこうルーさんにこうね頼んでるわけです。でルーさんはね黙ってるんですけどね、Come on man, Lou, man, Japanese drama, oh no, ha ha なんて言って、そしたらルーさん一言ね、I like him, I like him ってね、俺はね彼のことが好きだっつって、ね、一言二言言ったらね、もうドラマはね OK, alright それでもスーッと楽屋出ていきましてですね、その時に僕はルーさん俺のこと好きなんだな、なんかはいあの時嬉しかったですね、本当にね。もっとこうルーさんのねバックでねいい演奏できるようにね、もっと頑張らなあかんな、励みがねやっぱりね本当に良かったですね。やっぱりこうバンドのね一緒にやる中でその信頼感っていうのは本当にねその時ね大事だなと思いましたね。やっぱりミュージシャンねリレーションシップが大事ですから、やっぱり仲良くねこうやってね、でやっぱりこういろんな休憩時間もこう楽しくねいろんな音楽の話したりいろんな話ができるっていうのはもう最高にね、まあそういう中からこういい音楽がタイトにねこう生まれるっていうような感じをね、しみじみと感じましたけど、本当にその時は嬉しかったですね。まあそんなことがあって無事にねこう1週間こうヴァンガードが終わりましてね、いやそれはねもうね調子いい日もあれば悪い日もある。まあ僕がこんなこと言うのはあれなんですけど、僕が調子ねよくても他の人がちょっとこうなんか今日はちょっと昼間なんかあったりして疲れてるなとかこんなことだとちょっとこうねシェイキーになったりするんですけど、ただもうルーさんはですねとにかく全く揺るがない。もう彼はいつも真ん中にですねストレートにボーンと立ってですね、本当にねライトディレクションをねしてくれましたね。もう真ん中でデンともリズムがあって、俺はここで吹いてんだ、だからもうもうルーさんに向けてね演奏できる、もう本当に素晴らしい、ミュージシャンですね、ホームプレーヤー。はい、もう本当に大尊敬してますけど、まあ音楽でね一番大事なのはやっぱり、この例えばピアノトリオプラスシンガー、ね、歌の人が入ったりしますけど、歌の人がしっかりしてないとねこれやっぱりなかなかいい演奏できないと思います。例えば僕らはまあドラマですからね、リズムセクションですから、歌の人がどんなテンポで歌いたいかっていうのをやっぱり聞いてるわけですよね。でそこでやっぱりそのある程度のリズムのそのね、私はこのテンポでこんな感じで歌いたいんだっていうのはやっぱこう示さないとねリズムセクション伝わらない。最初からずっとレイバックされるとねそのテンポがどんどんこんなになっちゃうっていうのはね、これ人間ですからね、ロボットじゃないですからね。その辺もねボーカルの人もそうですけど管楽器の人もねやっぱりインテンポでこうねストレートメロディーをちゃんと歌えたり吹けたりっていうのをねやっていただきたいなと思います。本当にこれがね大事なことだと思いますね。ルーさんを聴いてるともう本当にストレートメロディーがもうどこでどう吹きたいか、どのリズムで吹きたいかとピタッと分かりますからね、もうパッといけるわけなんですけど、なかなかそういう人は少ないですね。その辺を注意してねやっていただきたいなと思いますね。ストレートメロディーが本当に大事だと思います。はい。それからですね、まあヴァンガード無事終わりまして、こうまた他にねアップタウンのお店でもこうその当時やったりしてたんですけど、今はもうないですけどウエストエンドっていう店がありましてね、本当にいいお店でしたね。大きなバーでねちょっとこう入っていくとね入り口がありまして、こうずーっと広いねダイニングがありまして、そこでまあウエストエンド、ジャズがこうねステージがありましてやったんですけどね、その時はね寒い冬のね夜でしたね。ルーさんのバンドでルーさんと本当にハーマンとベースはねロニー・プラスコだった、ハートブレイキのバンドにいましたね。ロニー・プラスコがねちょっとねやってました、その時はね。で、まあ、楽しくそれもねやっぱ何日かやったんですけど、である夜で突然ですねジョージ・ベンソンが現れましてですね、ピャーッと。そうするともうねルーさんとジョージ・ベンソンなんかもう本当仲いいわけですよ。例えばアリゲーター・ブーガルとかね、あの辺でこうルーさんのビッグヒットですね、67年かな、あれアリゲーター・ブーガルビッグヒットでね、その時にギターで入ってるジョージ・ベンソン
その時のオルガンがロニー・スミスなんですけどね。まあそんなわけでね、そこにジョージ・ベンさん来まして、まあ休憩時間わーっとね和気あいあいで「ジョージ!」なんてこう、みんな話してるんですけどそしたらまあ最後のセットかな、まあ、始まりまして、ルーさんがね「We have a very special famous singer in the house」なんてね、素晴らしいボーカリストが来てるってね、で、まあ、紹介するっていうことでね、そしたら「カモンカモン!」なんて言って、そしたらまあ歌うわけですよ。ジョージ・ベンさんがね、そしたら何を歌うね、確かね、スターイズかなんかね、もう本当に見事で、パーラン、ララ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 ってこう歌うわけです。でも楽しくやって、それでまあパーッと歌うと、まあもうね、もうバカウケですよ、ジョージ・ベンさんが。そしたら、ルーさんが、Ladies and gentlemen, you are very famous singer, very famous singer. His name is Michael Jackson. マイケル・ジャクソンですよ。そしたらもうジョージこんなになってましたけどね。だけどまあそういうねジョークが言える、それはもうルーさんぐらいなもんですよね。他の人がそんなこと言ったら、まあ、こんなになっちゃうか分かんないけど、まあそういうね、ニューヨークはもう何が起こるか分からない、誰がね突然遊びに来るか分からないって感じでね、本当に、楽しいねひとときをね送らせていただきましたけど、それがねブロードウェイの Between 113 and 14th Street ですね、今でもねどんな感じだったかの覚えてますけど、ちょうどねステージがねこう入り口がこうあって、ステージがねこう本当にね窓があってね、外に立ってたら聞こえてくるんですよね。よくねそこにまあ入る時にお金かかるから外でこうね立って聞いたりもする時ありましたけどね、さっきちょっと見たら1911年ぐらいにオープンしてる店らしいんですね。で2014年にも閉まったんですけど、まあ、80年代90年代本当にね、最高のお店だったですね。良かったですね。はい。まあそういう店がどんどんねなくなっちゃっていったので非常に残念ですけど、まあ、ウエストエンドはねそういうね楽しい思い出がありました。あとはですね、もう一つこれちょっとこれはもう半分ジョークになるんですけど、ある夜ですね、ルーさんが電話をかけたんですね、夕方くらいにね。今日どうしてんの？福士、what are you doing tonight? なんて言うねから、I have no idea, no plan って言ったら、そしたらルーさんがね、ヴァンガード行こうって。Let's go village ヴァンガードって言うから、マンデーナイト。その頃はね、イリノイジャケットビッグバンドっていうのがね、エブリマンデーナイト、ビレッジヴァンガードでやってましてね。で、その前はですね、サッド・ジョーンズ、メル・ルイス・バンドとかね、あとアキオスさんのバンドもねマンデーナイトやったりしてまして、で、ルーさんに「イリノイジャケットビッグバンドだよ」って言ったら「Yeah, I know. Yeah, Illinois jacket. Yeah, I know. Well, I'm free tonight. So maybe check it out. Just check it out." まあちょっとね俺は休みだからちょっと行こうって言うの。OK っつって、でまあルーさん迎えに来てくれましてね、でわーっと行くわけですよ。ちょうどバンガードのね真ん前ぐらいにちょっとスポットがあって、パッと車止めてね、で OK ルー着いたねなんて言って、Yeah,福士 I want to check it out. Illinois is there. Just make sure. イリノイがいるかねちょっと見てきてくれ。OK 分かったっつって、でバーッとバンガード店の人も福士はいどうバーバーバーっつってね、で中入ってミスターイリノイジャケット there. Yeah, over there. Okay. Mr. Illinois jacket. I'm Lou Donaldson drummer. Lou Donaldson upstairs. He said, "Oh yeah, Lou is there." Lou? なんて言ってるわけですよ。いやこれ参った、なんかイリノイあんまりルーさんと会いたくないのかな。まあでもまあねせっかく来たんだからでまあバーッと階段上がっていってですね、でまあルーさん、ルー、いやイリノイ right there. Let's go. ルーさん。I'm still thinking. Look, come on, but we got here already, so let's go see in Illinois jacket, Illinois. Okay, all right. で、まあ、二人でこうね、入っていった。店の人が、おー、ルー、ルー、how you doing? How you doing? これ、まあ、ルーさんもね、いろんな人挨拶。そしたら、またイリノイ。Where is Illinois? なんてね、どこにいるんだっつって。そしたら、まあ、
ね階段降りてて、でじゃあじゃあってドレッシングルーム入ったら向こうからスーッと犬の嫁来て、なんか犬の嫁さっきはねルーさんと会いたくないね、でルーさんも会いたくないって言ってるんだけど、パッとねこうお互いにね目が合って顔同士が合ったら「how you doing? ルー how you doing? うわー!」ってビッグハグしてね、で俺はその時何起こってんの、まあ両方ともたぬきだなと思って。まあね、そういうね大御所のミュージシャンがよくやるようなねこうまあねなんかいろいろあるんですけどね、まあもうあったらその後も延々喋ってましてね、でなんかもう始めなくちゃならない時間なのにもう長いこと喋ってね、もう店の人にね「もうカモンカモンプリーズスタートプレイスタートプレイ」なんて言うね、もうずーっと話してるわけでもね、もうさっぱりわけわからないですね。まあそんなね面白い話もありましたけどね、そういうねこうねミュージシャン同士のねこうなんつうのねなんかでもなんかこうお互いにこうなんかあるんでしょう、いい子みたいなのあるんですけど、結局はまあ仲のいいね、ソウルブラザー同士のだったっていうね、お話を今日はしてみましたけど、はい、そんなわけでね、今日はこのぐらいしまして、また次回をね、お楽しみにしていただきたいと思います。それでは、また、次回お会いしましょう。チャンネル登録、そして、グッドボタンね、一つよろしくお願いします。それではまたね。田中福士 from New York. See you later. Keep on swinging. Bye bye.